こんばんは、クリミナルです。今回の動画はマインドコントロールについて、主に宗教やマルチ商法を例に出して解説していきたいと思います。マインドコントロールとは相手の心の弱い部分につけ込み考え方を変えさせることです。ちなみに洗脳とマインドコントロールは同じように思われがちですが、厳密に言えば違います。洗脳は暴力を振るったり違法薬物などを使い強制的に服従、支配させることを指し、精神的に追い込むことで相手の心を変えていく方法です。街中で宗教勧誘されやすい人は暗い表情をしていたり無気力な感じでゆっくりと歩いている人です。宗教勧誘員は何か悩みを抱えていそうな人に声をかけます。そして悩みを聞く、相談に乗る体で宗教に勧誘します。また、あなたには特別な才能がある。それを発揮できていないのは、この理不尽な社会のせいなどと言って自己愛をくすぐってきます。しかし、実際にカルト宗教に入信してしまうと、個性は尊重されず、教祖を盲従することを強制されます。この悩みを聞くということが、マインドコントロール完成までのファーストステップです。彼らの目的は相手を宗教団体に入信させることで、マルチ商法では商品を買わせることです。どちらにおいても勧誘者にとってメリットがあります。そのメリットとは、属する宗教団体において昇格ができる。マルチ商法では紹介料やマージンが得られるといったものです。勧誘員はこのファーストステップにおいて人間関係の構築を目指します。断りづらい状況を作り出すためです。二つ目のステップでは、扇動や恐怖喚起を行います。例えば、団体トップの教祖は本当にすごい人だ。この人の言うことを聞いていれば、間違いなく人生はいい方向に進む。健康になる。病気が治るなどと言って、教祖をカリスマ的人物だと信じ込ませます。また、カルト宗教では、近い未来に地球が滅びる、などと言って混乱させようとします。自分に自信がない人、自分の意見がない人は、目の前にカリスマ的存在の人物が現れると従ってしまう傾向があります。三つ目のステップでは、物品の購入を進めます。健康になる、幸せになる、才能を発揮できる、先祖の因縁が立てるなどと言って物品の購入を進めてきます。同様にマルチ商法では、この商品を友人に勧めれば収益を得られる、などと謳います。四つ目のステップはリアリティの操作です。この宗教にはこんなに多くの仲間がいる。マルチ商法ではターゲットを成功者に合わせ成功体験を聞かせることにより自分も成功するかもしれないと思い込ませます。ちなみにこの成功者とはもちろん見せかけの成功者でブランド品を身にまとうなどいかにもお金を持っていそうな人物を演じています。SNS においてタワーマンションなどでパーティーを開いている様子の動画を一度は見かけたことがありませんか？それを見ると動画に映っている人物が本当に成功者だと思ってしまうかもしれませんが、あれはマルチ勧誘者がお金を出し合ってタワーマンションの一室を借りて動画を撮影しています。札束の写真なども組織内で使い回しています。5つ目のステップでは成功体験や非日常的な体験をさせます。このステップでは実際に少しの利益をターゲットに与えたり非日常的な体験をさせることによりターゲットを信じ込ませます。これは詐欺でもよく見られる手法で実際に少額の取引を行うことで相手を信用させようとするものです。宗教団体においては、例えばターゲットを集会に参加させ、その場に有名な芸能人や議員などを登壇させます。すると、こんな著名人が関係しているんだから、真っ当な団体に違いないと思い込んでしまうわけです。そして最後のステップ、マインドコントロールの完成。この段階で勧誘を受けた人物は入信済みで、多少の献金を納めていたり、物品を購入してしまっています。宗教団体が最後に行うのが、ターゲットを閉鎖的な環境に閉じ込め、後に引けないほどの大金を投資させ、元の生活に戻せないようにすることです。こうすることにより、マインドコントロールが完成され、宗教団体に全てを捧げるようになってしまいます。では、どうやってマインドコントロールを解けばいいのか。例えば、自分の息子がカルト宗教にハマってしまったとします。
ここで頭ごなしにカルト宗教の悪口などを言うと、かえって関係が悪化してしまいます。カルトによっては、入信を反対する家族や親友のことを悪魔呼ばわりするところもあります。単に反対したり怒ったりすると、家族や親友イコール悪魔となってしまい、カルトの思うツボとなってしまいます。まずは、その宗教のことをよく調べ、その上で息子の話をよく聞き、カルト宗教への疑問が生まれるような質問をします。一度マインドコントロールをされると、それを解くのは難しいことです。よって、すぐに結果を求めず、忍耐強く、時間をかけて接し、カルト宗教から脱会しようと、本人に選択させることが大事です。また、カルト宗教にはまる前に、息子がハマっていた趣味の話をしたり、楽しい家族の思い出話をするのもいいでしょう。カルト宗教以外の世界に目を向けさせるのです。結びになりますが、もちろん全ての宗教がいけないわけではありません。ただ、多額の献金の要求や高額な物品の購入を進めてくる団体からは、一刻も早く手を切った方がいいでしょう。また、マルチ商法の必ず儲かる、簡単に稼げる、借金してもすぐに元が取れる、などという話は絶対信じないようにしましょう。概要欄にマルチ商法のからくりを教えてくれる大変参考になる資料のリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。